こんにちは、のぞみです。インドネシアのカリマンタン島での滞在を終えて、ジャカルタの空港にやってきた。ここで乗り換えて次の目的地バリの空港へ向かう。空港に着いた時にちょうどエコツアーの主催者ウータングループの石井さんファミリーが空港にいることを知りお会いした。最近ずっといろんな人と一緒にいて、これからまた一人になると思っていたところでお会いできてちょっとほっこりした。飛行機は遅れることが多く、30分から1時間半くらいは普通に遅れる。一度朝の便が夕方になったので、乗り換えの際はやっぱり余裕を見た方がいいと思う。バリ便も遅れて夜の7時ぐらいに到着した。空港でご飯を食べてマキシムという配車アプリを使ってウブドにあるホテルに向かった。ウブドの中心地にあるルケットハウスというところに宿泊した。昼間見るとこんな感じ。私はここで1週間滞在してバリ島の隣にあるペニダ島でボランティアをする予定。バリのホテルってこういう感じのところが多いみたい。敷地内がすごく広い。ゆっくりしたかったので今回は一人部屋にした。シャワールームは共用だけど久しぶりに熱いお湯を浴びて幸せな気分になった。カリマンタンでの滞在を経て水や電気のありがたさをすごく感じるようになった。グラブという配車アプリを使ってバイクタクシーで中心地からちょっと外れたところに来た。田んぼの景色がバリらしい。なんだか見覚えがあると思ったら、赤い瓦屋根や街の雰囲気が沖縄に似ていると思った。バリはヒンドゥー教の方が多く、道の至るところにお供え物をしてあるのを見かけた。実はあんまり観光に興味ないけど、近くに滝があると知ってせっかくなので来てみた。ちなみに行きはグラブのバイクで来たけど、帰りは配車アプリが使えないエリアだったので、散歩がてら歩いて帰ったら途中でグラブのお兄さんに会って乗せてもらった。バリはオーバーツーリズムでお客さんがどこに行っても多い。チケットを買って入場した。ウブドに宿泊したのはさゆりヒーリングフードカフェに行ってみたかったから。さゆりさんの本を持っていて一回行ってみたいと思ってたんだ。ボリュームたっぷりのビーガンフードに満足した。
夜はこんな感じで毎晩生演奏が行われている。お客さんも散るってて店内大にぎわいだった。次の日はおすすめされた金玉兄高原に行くことにした。遠いのでグラブタクシーで行こうと思って待ってたけど、地図上から全然動かず、なかなかやってこない。たまにこういうことがあって、そうこうしてるうちに観光バイクツアーのおじさんがやってきて、結局それで行くことにした。坂をずっと登って高原にあるカフェに到着。本当は車で湖のところまで行こうとしてたけど、このツアーには含まれていなかったようで、またいつか行ってみたい。運転手さんが写真を撮ってくれて、右を向いたり左を向いたりするように言われて、笑いが止まらなかった。帰り道に有名な観光スポットがあるということで寄ってくれた。棚田の景色を見ながらカフェができたり、衣装に着替えてブランコに乗ったりすることができる。私は散策のみの入場チケットを買った。たくさん歩いていい運動になった。正直に言うとあまりに観光地化されすぎていて感動はなかったけど、写真映えするのでそういうのが好きな人にはいいと思う。翌日、同じ運転手さんにお願いしてペシカルーにある FNPF のワイルドライフサンクチュアリに連れてきてもらった。FNPF カリマンタンでのボランティアの様子は別の動画にしてるのでよかったら見てください。ペシカルーのボランティアセンターでは野鳥の保護活動を行っている。このような鳥の巣箱を用意して減少している野鳥の生育を手伝ったり調査を行っている。また地元の人たちとコミュニティを築いて協力して畑を行ったり地元の文化を守る活動などを行っている。畑の一つを見させてもらった。とても素晴らしい場所でいつかここでボランティアをしたいと思った。ボランティアやドネーションについて興味がある方は概要欄にリンクを貼っているのでよかったら見てください。カリマンタンのスタッフに近くにあるクリスタルウォーターをおすすめされたので行ってみた。パリの中の中心地とは違う一面を見させてもらった。今後もずっとこの景色が続くといいな。今回急に訪問を決めたにもかかわらず、親切に案内してもらって感謝。またいつか戻ってこよう。運転手さんにまた写真を撮ってもらったけど、T シャツが後ろ前だった。ウブド最後の夜になって、せっかくなのでバリ舞踊のレゴンダンスを見ることにした。バレルーンステージというところで Google マップを見て予約をしてチケットを購入した。
ここは毎週金曜日のみの公演だそう。すごく良かったので、ここはぜひおすすめしたい。今回はウブドに滞在した時の話でした。中心地は外国人観光客が多くて、完全に観光地化していた。レストランやお店はオーガニックやサステナブルを意識しているお店も多かった。でも昔のウブドはどんなんだったろうと考えると少し寂しくなった。一歩街を出て田舎の方に行くと美しい田園風景が広がっていた。この景色がずっと先の未来まで続くといいな。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回はバリ島の隣のペニダ島でボランティアをした時の話。ぜひご覧ください。それではまた。